皆さんこんにちは。水旅の時間です。ミラノマルペンサ空港からスタート。これからカタール航空でドーハへ向かいます。3月から続けてきた JAL のダイヤモンド修行も今回で完走の予定。世界一周からの一時帰国でドーハ経由で東京へ帰ります。念願のドーハトランジットなのでカタール航空の機材に加えてラウンジも楽しみです。ここまで貯めた JAL の FOP は 94,112 ポイント。今回ミラノからドーハから東京に戻って 96,472 ポイント。さらにそこから沖縄の往復を挟んで 99,824 ポイント。そしてまたドーハに戻ってくることで10万 FOP に到達します。11月まで持ち越してしまいましたが、なんとかこれでダイヤモンドに到達する予定だったんですが、最後に落とし穴が待っていました。まずは出国していきます。今回はカタール航空のエコノミーに搭乗予定ですが、ワンワールドエメラルドのステータスのおかげでラウンジも使うことができます。でも今回は JAL のマイレージを貯めるように予約したんですけど、チェックインの時に確認したらカタール航空に紐付けられていたんですよね。こういう時って大体トラブるのでちょっと嫌な予感がしますね。サラモンターレラウンジにやってきました。朝焼けが眩しい。マルテンサはあまりラウンジは充実してなくて、ここも各社の共有ラウンジです。しかも悪い予感的中でラウンジに入る時も最初は断られちゃったんですよね。チケットがエコノミーだから。でも JAL のマイレージアプリでワンワールドエメラルドであることを見せて入れてもらいました。カタール航空のフライトと JAL のマイレージがちゃんと紐づいていれば何の問題もなかったはずなんですけど、でもラウンジの中はすごく充実していて、ご飯もいろいろあります。サラダ類も豊富。ピザもあります。朝でそんなにお腹が空いてないのでドルチェにしました。なんか美味しそうなやつが。さて搭乗ゲートに向かいます。あれアルプス山脈ですかね。真っ白に雪をかぶっています。ミラノから肉眼でも見えるんだ。ゲートに到着しました。ドーハ行き約6時間のフライトです。初めてのドーハ&カタール航空。グループ2番でサクッと搭乗できました。ここですね。エコノミーでも良さげなヘッドホンが置かれています。ヘッドレストもなんか良さげ。これエコノミーですからね。シートピッチも結構広め。日経エアラインと同じくらいゆとりある空間。そしてやっぱすごいのが機内 Wi-Fi ですね。カタール航空はスターリンクを導入しているので爆速なんですよね。機内で50メガ出るので YouTube でもウェブ会議でも何でもできちゃう。離陸に向けていろんな飛行機とすれ違います。あちらはターキッシュ。小型機もいますね。クエストコディアックっていうターボプロップらしい。我々が乗るのは A350-900。飛行機はゆっくりと離陸していきます。ターミナルビルの向こうにアルプスの山々が見えます。眼下には茶色い屋根の揃った街も見えます。向こうにはアルプス。いずれあの辺りにも行ってみたいね。飛行機は少し北上してから右に旋回。この辺りはコモ湖をはじめとする北イタリア有数のリゾート地ですね。この寒々しい景色から数時間後には中東の砂漠にたどり着いている予定。これはベネチアのそばにあるブラーノという島。ぎゅっと建物が密集してますね。アドリア海を渡ってクロアチアに入ってきました。スターリンクが本当に優秀で、こんな感じでサクサクつながるのでめっちゃ快適。これを体験すると普通の機内 Wi-Fi に満足できなくなりそう。さて機内食です。
エコノミーでもなんかちゃんとして見えます。ナプキンとかの質感かな。コーンとソーセージとオムレツ的なメニューでした。フルーツやヨーグルトもあってバランスが良さそう。それではいただきましょう。結構期待が売れていて一苦労だけど美味しいです。なんか日系や欧米とは系統が違うご飯ですね。ごちそうさまでした。出発から3時間40分、飛行機は黒海の辺りに差し掛かります。この路線は景色が目まぐるしく変わっていって面白いですね。今度は軽食が配られました。こんな感じの細長いミートパイみたいなやつ。食べかけですが中もあったかくて美味しいです。これ魔女の外はだいぶ様相が変わってきました。乾燥を感じる。これはイラクの上空ですが、こんな感じで荒野にたまに街が現れます。結構大きな街だね。さらにしばらくすると地表は岩から砂っぽく変わっていきます。やっぱり人が住むにはかなり過酷な環境に見える。景色はコロコロ変わって飽きないし Wi-Fi も爆速だし楽しいフライトです。カタール航空いいね。丸い月も見えます。ペルシャ湾に差し掛かる頃にはすっかり夕暮れ。背景の砂漠も相まって黄金のような日没だね。今回はトランジットだけどこの辺りもじっくり旅してみたいところ。まもなくドーハハマド国際空港に着陸です。楽しいフライトでした。トランジットは3時間くらいあるので空港内を散策してみましょう。気温は29度。秋のミラノと比べるとかなり暑い。トランジットなので手荷物検査だけやって制限区域に入ります。で入ってきたんですけど、これすごくない？ショッピングモールみたい。3機のジュエルもすごいなと思ったけど、制限区域内にこれやばいね。ボードウォーク的なところもある。とりあえず下に降りてみましょう。なんかゴージャスさのレベルが違うね。これがさっき見えてたところか。鳥のさえずりが聞こえる。すごいや。お店はどこも綺麗でキラキラしてる。こことかもディズニーシーの一角ですって言われても信じるよ。これはレストランなのかな。いました、黄色いクマ。いろんな人の旅ブログや動画で見るやつ。王族が7億円かけて落札したスイス人アーティストの作品らしいです。7億円。とりあえず目当てのものは見れたのでラウンジに移動です。シャワーを浴びたい。あっちですね。ハマド国際空港でエコノミー民がワンワールドエメラルドへ入るのはこちら。到着しました。うわ、めっちゃ広いですね。空間が広々していて席が足りないなんてことはまず起こらなさそう。空港内の賑やかさも取り込みつつ区別された空間でちょうどいい活気ですね。とりあえずまずはシャワー。これからオーバーナイトのフライトなのでさっぱりしておきたい。なんかシャンプー類も高級そう。設備もバッチリ綺麗。ローションとかかな。じゃあサクッとお借りしましょう。次はご飯の時間。ダイニングに近いカウンター席にしたんですが、スタッフさんがきちんとカトラリーをセットしてくれます。この後また機内食もあるので量は控えめ。ビリヤニとチキンのグリルとパスタをもらってきました。
そしてフムス。 AI に言わせるとかなり王道的なプレゼンテーションらしいです。チキンは中がしっとりしててビリヤニもパスタも美味しいです。さすがにカタール航空だね。しかもこの上にもまだ上級なラウンジが2つもあるんだからすごいよね。このラウンジでも日系のファーストクラスラウンジ級だと思う。ずっといたいほどリラックスできるラウンジだけど、東京行きのフライトの時間が迫っているのでそろそろ出ます。また数週間後にはドーハに帰ってくるしね。カタール航空のラウンジはシルバー、ゴールド、プラチナのさらに上にビジネスやファーストクラス専用なラウンジがあるみたいです。なんとそっちにはプールやスパもあるんだって。いずれそこも使ってみたいですね。夜は落ち着いた雰囲気でこれもまたいいね。2フライト目、ドーハ成田に到着です。約10時間かけて東京のお昼頃に到着します。今回もエコノミークラス。カタール航空はエコノミーでもアメニティバッグがあります。ポーチじゃなくて紙だけどこれはこれでいいね。中身はアイマスクと歯ブラシ、あと耳栓もあります。そしてアイマスクの下にあるのが靴下。エコノミーで靴下脱いで履き替える勇気はないけどね。ドーハともつかの間のお別れ。キラッキラの街だね。あそこが中心部ですね。急に高層ビルが立ち並び始める不思議な光景。機会があればじっくり訪れてみたいと思っていたのに、やっぱり旅は行ける時に行かないとダメだと痛感しました。こんな魅惑的な都市も安心して観光できるようになるにはあとどれくらい時間が必要なんでしょうか。1回目の機内食、マッシュポテトとミートボールですね。ビールはなぜかタイガーでした。付け合わせもやっぱり欧米系や日系とはちょっと違ったテイスト。これがまたうまいんだな。なぜか機内が真っ赤な照明なのは気になるけど、あっという間に完食。お酒をたくさん飲んでいたこともあってこのまま寝てしまい、起きたらまた機内食の時間でした。無限に食べさせられるブロイラーのような生活。もうあと2時間くらいで到着。見慣れた景色が広がります。これで2区間目も終了。10万 FOP もすぐそこまで迫ってきました。その後は往復セーバーで買ってあった沖縄往復をサクッとこなします。途中で富士山が綺麗に見えるご褒美もありました。沖縄に到着。いつものようにエンダーでランチなんですが、なんか嫌な予感が現実に。念のためカタール航空の会員ページを見てみたらですね、何やら2フライト分のポイントが溜まってるんですよね。散々ミラノの空港のカウンターでも念押ししたのに、結局 JAL じゃなくてカタール航空にカウントされてる。こんな時はすぐに行動ってことでカスタマーサービスに連絡しました。その結果、カタール航空ではポイントのキャンセルはできるけど JAL への移行はできないとのことが判明。一方で JAL もカタール航空にクレジットされているポイントと重複して JAL マイルや FOP を付与することはできないとのこと。つまりカタール航空からポイント削除と JAL への事後登録手続きの順に12月末までに終える必要があるということ。 JAL のサイトには事後登録には3週間程度かかると書かれているのが不安要素でしかないですね。まあでもやるしかないので、とりあえずカタール航空へキャンセル依頼を出します。こんなことで足を引っ張られるとは。さて、カタール航空への連絡が終わったので東京に帰りましょう。羽田に到着。これで4区間目まで終了。今日はエアポートリムジンで横浜に移動して1泊します。泊まるのはウェスティン横浜。2
通の部屋を予約してましたが、クラブラウンジにアクセスできる部屋にアップグレードしてもらいました。このホテルは空港から20分くらいでホテルまで直接バスがつけてくれるので便利なんです。みなとみらいへのアクセスも良好。今回わざわざ1泊しているのはマリオットの50泊の宿泊実績の達成のため、微妙に足りてなかったので JAL 修行の合間にマリオット修行の調整をしています。今回も素敵なお部屋ですね。水回りもしっかりした作り、アメニティもちゃんとあります。それじゃあ晩ご飯に出かけましょう。ホリデーシーズンで街がきれいにライトアップされています。マークイズでさっとご飯にします。それではホテルに帰りましょう。ちょっとだけラウンジにも寄っていきましょう。ご飯はさっき食べたのでお酒とデザートだけいただきます。もうすぐ21時。この時間になるとそんなにお客さんはいないんですね。さらにちょっとだけビールも飲んで今日は就寝。おやすみなさい。いい天気ですね。時刻は8時45分。今日は空港に戻ってまた出国です。とりあえずラウンジで朝ごはん。しばらくまた日本を離れるので米が食べたい。ラウンジが使えるとサクッと朝ごはんにありつけてありがたいですね。じゃあチェックアウトしてまた羽田空港に向かいましょう。来た時と同じようにエアポートリムジンで空港に向かいます。ドーハからの帰路は成田でしたが、今回は羽田から。カタール航空で取ったチケットですが、運航は JAL。 なぜかエコノミー料金でプレエコ席に乗れるお得なチケット。早速出国してきました。お楽しみのラウンジタイム。まずはおキャセイ様のラウンジにお邪魔します。いつもの安心感。今日もいつもの担々麺をいただきます。ちょっと唐揚げなどなども。キャセイディライトももらってきました。これはキャセイのオリジナルドリンクで青リンゴベースのノンアルドリンク。いつ来ても落ち着いた雰囲気でいいラウンジですね。撤退せずにずっとやっててほしいですね。キャセイラウンジを出てお次は JAL のラウンジへ。こっちで和食を食べてシャワーを浴びてフライト準備をします。シャワーは混んでないですね。じゃあご飯を先に食べておきましょう。とりあえずお寿司、あと三つせ鶏のローストも注文してみましょう。注文送信。お酒もいただいてきました。料理が到着。今はのどぐろなんですね。こっちが鶏のロースト。どっちも美味しそう。お寿司はやっぱり JAL の方が美味しいね。料理全般的に JAL の方が手をかけてる気がする。追加でカレーも食べておきましょう。念のためね。こちらはカレーマン。こんな感じで JAL カレーが中に入っています。そしてお寿司のおかわり。胃袋の勢いが止まりません。さらに鯛だしラーメンにまで食事が。美味しく完食しました。からのワイン。ちょうどボジョレ・ヌーボーのタイミングでした。なんか自分でも不安になるくらい今日は食欲が止まらない。いつもの3倍くらい食べてる気がしますね。こちらはおつまみ。からのとどめのマグロ3貫。ほんとどうしてしまったんでしょう。ラウンジもだんだん人が減ってきました。お次はシャワーですね。いつもの綺麗なシャワールームです。それではようやくラウンジを出ます。仕事をしながら5時間もお邪魔してしまいました。
搭乗ゲートに向かいます。まもなく搭乗時刻。カタール航空発見の JAL59 便でドーハに戻ります。ドーハまでは12時間半のフライト。現地時刻の朝6時に到着です。それでは搭乗していきましょう。エコノミー料金なのにシートはプレエコ。カタール航空発見はなんだかお得感がありますね。12時間のフライトだから足元広々なのはありがたい。ただ今回は窓側ではないんです。これがカタール航空発見のデメリット。カタール航空で予約するとフライト直前からじゃないと座席指定ができなくて、いざ指定しようにもほとんど席が空いてないんですよね。なので今回は窓の外の様子の撮影は控えめ。深夜フライトなのでご飯を食べたらすぐ寝ちゃうことにしましょう。お前まだ食うのかって感じですけど。飛行機が長崎の上空を飛んでいくあたりで機内食が運ばれてきました。 JAL らしい綺麗にまとまった機内食。ラウンジご飯から2時間も経ったらもういけますね。こちらがメインで和な感じの小鉢がついています。こういう大根とか大好き。あとはフルーツとパンね。サラダもあります。出されたものはきちんと完食。アイスも追い打ち。でも JAL のフライトだとご飯中は照明をつけてくれるから嬉しいですね。カタール航空は赤い光の中でご飯だった。飛行機はもうすぐ上海のあたり。さすがに遅いのでちょっと眠ることにします。で起きたらまたご飯。これまた軽食じゃなくてしっかりした朝食なんですよね。さすがにお腹いっぱい。オムレツとか野菜が添えられた綺麗なご飯。わかるかな、この綺麗なって感覚。 JAL のご飯は綺麗なんですよね。飛行機はパキスタンの近くを飛んでいきます。もうすぐホルムズ海峡に差し掛かるところ。朝焼けが燃えるように赤い中東の朝です。飛行機はドーハハマド国際空港に着陸しました。数週間ぶりにドーハに帰ってきた。アプローチ前に謎のルートで順番待ちをしていましたが、ほぼ定刻到着。このフライトで計算上は10万 FOP に到達です。きちんと加算されるかという不安は残りますが、さてこの後ですが、世界一周ルートに戻るためにイスタンブールに向かいます。トランジットは約2時間。そんなに余裕はないですが、ちらっと空港探索もしていきましょう。手荷物の再検査を受けて制限エリア内に帰ってきました。ただいまくまちゃん、さすがにもう何も食べれないのでラウンジもいいかなと思ったらルート沿いだったのでちょっとだけお邪魔します。この間のプラチナラウンジと比べると簡素な作り。でもソファーとかちょうど暇上質なもので揃えられていました。日系の上級ラウンジより高級感があります。さてイスタンブール線への搭乗です。なんか待合エリアに中国の人がめちゃくちゃ多いです。イスタンブールってそういうところ。いよいよ今回最後のフライト。イスタンブールまでは4時間です。もはやちょっとやそっとじゃ驚かなくなってきたカタール航空の好待遇。こちらは枕ですね。4時間のフライトなのに。もちろんブランケットもあります。なんかいい匂いがするウェットティッシュ。エコノミーでも一つ一つのことがちょっとずつ他のエアラインを上回ってくる。飛行機が動き出しました。天気は快晴。雲一つないファイナルフライトです。イスタンブールに向けて離陸していきます。カタールの海ってこんな色してるんだね。ドーハの中心部が見えました。相変わらず現実感のない街並みだ。そのうちじっくり観光で来れるといいな。ザ・パール。こっちも人口感がすごいね。マリオット系だとセントレジスとかがあるんだっけ。ここもいつか来てみたいところだね。ひときわ目立つ反り立つ壁みたいな建物はカタラタワー。ラッフルズホテルが入っていたはずです。そんなに高級ホテルばかり作って需要があるんだからすごいね。でも少し内陸に入るともうこんな感じ。中東の厳しい環境が顔を見せます。
て機内食のお時間です。今回の動画で何回目の食事ですかね。野菜の入ったオムレツ的なものとポテト、ソーセージがメインですね。この間と同じようなメニューだけど、そういうのが意外と美味しいんだよね。カタール航空とかいろんな人種が乗るだろうから、最大公約数的なメニューになるのかな。雪をかぶった山が遠くに見えます。これは多分エルジェス山で、トルコでも有数のスキーリゾートらしいです。トルコって雪のイメージがあまりないけど、かなり高い山もあるんだね。かなり霞んでるけど、奥にボスポラス海峡が見えますね。ということはイスタンブールもすぐそこ。そろそろ着陸です。というわけでイスタンブールに到着しました。やっぱりターキッシュがいっぱいいます。これで世界一周の旅のルートに復帰ですね。ここからはまたスターラのビジネスクラスの旅に戻ります。ようこそイスタンブールへ。かなり大きくて綺麗な空港ですね。この後は一旦トルコに入国します。ストップオーバーをアピールしてる。イスタンブールは巨大ハブだからね。さて入国完了しました。今回のフライトで JMB ダイヤモンドの条件を達成したわけですが、実は大して追加特典はないですよね。実はワンワールドエメラルドのステータスをはじめとして大半の便利な特典は JGC プレミアの段階で獲得できてるんです。なので正直言ってわざわざ目指すほどのものではないと思うんですよね。どちらかというといつの間にか達成してしまったくらいがちょうどいい。僕の場合も今年前半に JGC プレミアを到達した後に普段使いの中でダイヤに行けそうなのでチャレンジしたって感じでした。とはいえ達成感はありますよね。これで来年もダイヤが確定したので妻にもパートナーステータスを適用しようと思います。それでは今回の動画はここまで。次回はターキッシュのビジネスクラスに乗ります。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。Long for those quiet days when the